松尾和夫さん、当時31歳。爆心地から 1.3km の登町で被爆しました。松尾さんは世羅町で農業をしていましたが、世羅防衛部隊に召集され、主に橋の夜間警備に当たっていました。兵舎の隅で仮眠をとっている時に被爆しました。外傷はありませんでしたが、世羅町に戻ってから高い熱が出たり髪の毛が抜けたりして重い原爆症に苦しみました。8月の5日の晩には京橋の警備に出たわけです。それで京橋のたもとで、普通の民家だったと思うんですが、その部隊の衛兵所というようなものができておりましてな、それで交代交代で衛兵は交代で立つわけなんです。それでちょうどその晩は前半や私が軍隊員の交代を受け持って衛兵長だったもんですから起きて半夜交代でやるわけです。それで別段前半夜は変わったことはなかったんですが、後半夜になって私が仮眠する時間になった時に福山の空襲がありましてな、私は空襲警報があってからいうもんは、眠れんもんですから、ずっと起きてどういう敵襲がいつあるか空襲があるかわからんもんですから、それで起きて警戒に当たっとったわけなんです。で結局その晩には広島には何のこともなかったわけなんです。それで引き上げの時間の朝がやりましたから、それで部隊員を連れてここにあります登町の国民学校の駐屯地へ帰ってきたわけなんです。それで他の人は1時間立証したら1時間控え衛兵の時間がある。それであとはまた休まれる仮眠ができるわけなんです。私はもう一晩中眠っとらんもんですから、それで、他のもんは洗濯をしたりいろんな身の回りのことを食事が済んでからやっておりまして、私は一晩中眠っとらんので、それで、部屋の隅で休んだったわけなんです。部屋の隅には小隊の者が全部来て休む布団が高く積み上げてあって、そのほとりで私は休んだったんですから、どうも残念なことに仮眠中に空襲に原爆の投下があったもんですから、広島のど真ん中におってもピカッと光ったのもドンという音がしたのも全然知らずに、気がついた時にはその部屋の隅へ積んであった布団が自分に崩れかかって、そして目が覚めたようなわけで、全くの不覚で全然広島の真ん中におりながら原爆投下を知らんようなわけなんです。で幸いなことに
私が休んどったところが校舎が定時系にこうなったところでしてな、それで爆弾が炸裂した時にペシャッと校舎を続けたんですが、上がこう幸いに開いたわけなんですよな。それで布団の下で出られんもんですから、まあみんな誰か布団をよけてくれただろうぐらいで、初めは爆弾が落ちたいうことは全然わからん。それでどうにか取っちゃくれんだろうか思うてな。で初めはガヤ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 いう音がしようとか、しまいには全然何の音もせんようになる。これはどうもおかしいな、これは自分で出にゃいかんどう思うてな。それで布団を一生懸命よけて、上でやったら明かりが見えてきたもんですからな。それでごそごそ這い上がって屋根の上へ上がったわけ。まあ屋根の上へ上がってびっくり仰天です。もう朝ですから光が明るいわけなのに、もう家屋やらなんかこう倒れたための埃のためだろう思うんですが、日暮れのもう暗いような状態ですな。もう日が入って間があるような夕方のような状況で、これは本当にびっくりしました。これは困ったこっちゃな思うてな。それで近くの家は全部ぺしゃんこでないんですからな。それで向こうの方にあれ中国新聞社とかなんとか言いよったんですが、4階か5階か高いとこから火を吹いて模様が見えて鉄筋になっての立ち物でしたから、それが見えたぐらいで近くにまあ立ち物は見えんのですな。こりゃ大変なこっちゃ、これは直撃弾言うても否定文が落ちたもんじゃな思うてな。でこれはなんとかせにゃいけんが思う。でまあいつも警備に乗った京橋の方へ行ってみよう。誰もおらんのですからな。隊員のもんが部下のもんがわしまあ下士官だったもんですから、部下のもんがおるか思ったら誰もおらん。これは部隊のもんがどこ行ったか、まあ警備しようった京橋の方へ行ってみようってな。道路へ出てみると、もう爆撃に遭うた女の人やら男の人やらもう走り回ってるんですな。それがまた着物や着てるもんがね、夏ですから白と黒の模様のあるもんじゃったら、黒のところは全部ピカの光で焼けてないようになって、ボロボロになってしまうとるんですな。それが紙振り出してもう逃げ魔道様はまあ地獄さながらでした。それからやっと京橋のたもとへたどり着きまして、衛兵のあったとこへ行っても無論誰もおりようがないですわな。それからすぐ近くの京橋から渡ってくる道、もう避難する人でいっぱいです。でそこへ行って憲兵が交通整理をしとったんで、ほらこういうわけで世羅部隊から出てきて京橋の警備にじょったんじゃが、部隊はぺしゃんこになって誰もおらんのじゃが、どうしたらいいか言うて憲兵に相談したら、原隊があるものは原隊へ帰れいうことで、この状態じゃ収拾はつかんからいうことだったんです。それはまあじゃあ部隊へ帰らないしょうがないかな思いました。そしてどうしようか、もう交通はもうどっち行きようもだ下の町行って流れる程度じゃ、それでこれは船でどうにかしてみよう。だから幸い京橋のたもとの川へな船がたくさんあったんでな。で川の方へ降りて、ちょうど干潮時期で水が少ないもんですから船がたくさんあるのに、
まあ使用に耐えるような船は全然ね、全部壊れてしまうと、水が入って、それで小さい川のボートですな、まあ2人ぐらい乗れるようなボートがあって、これならなんとかなるじゃろう思って、それで水をひっくり返して、ちょうどそこへやっぱり同じ部隊の松崎いう兵隊がおりまして、帰ってきて、もう京橋渡っても逃げられんのじゃが、班長どうしたらいいかやの言うてからに私のとこへ来たもんですから、今船で逃げようか思うて船を支度しおるんで、あんたも手伝え言うてな、2人してそのボートの水をはねくり出して、でオールも何にもないもんですから板2枚拾うてきてな、でこれで2人で食えで一つ山や上がる三段温泉には火事になって、これはどうもならんようになると。それから川をずっと遡って二吉神社のあるところが一番山や近いもんですから、あそこで船を捨てて山へ入ったわけ。その途中で一人まあみんなその川渡ろう思うても渡りようがないんです。で干潮じゃ言うても歩いて渡られるほどの時にまだなっとらなんですね。で女の人が一人無理しゃり歩いて船まで来られて、どうしても乗してくれ言われて、で、これは2人乗ってようよういうようなのにまた乗してくれ言われちゃう、これって困るかの思ったんじゃが、ちょうど父のあたりを怪我して出血をしてられるしな。それで気の毒なもんですから、それを乗してあげて、そして三吉さんの近くの何まで行ったとこ、あそこちょうど川がこう川分になってるましてな、それで水が青見えるような水の深いところでして、あそこでもう一人乗してくれ言うて服やなんかを風呂敷包んで頭へこうくくりつけて、泳いで船ボートのとこへ来て、それでボートの縁に触られたんで水がザーッと入って、いやこれはいけん、これじゃあみんな治療てからに溺れにはならんようになるき、あなたはまあ船のそばへほとりさまっとんなさい、向こうへつけてあげますき言うて、それでそのままずっと岸つけて、そこでみんな船を捨てて丘へ上がったわけなんです。そして山へ入ったんですが、山へ入る前に気がついてみりゃ、そこまで無我夢中で来とるもんですけ、靴もね着たままで出て裸足のままで来とる、足から血が上るんです。で少し歩いたところで誰が脱ぎ捨てたんか下駄がありましてな、それで昔のことでイグサンって編んだ花を立った下駄があった、それを拾って、これでも儚いので足が痛うてどうもならんと思う。それからその山へずっと上がっていったわけです。それで本格的な原爆症が出たのは9月の2日でした。それで毎朝うちにヤギがおりましてな、ヤギのチーチューお裾分けをしょるのが村田さん言うて、やっぱり私らと一緒に召集で行っとった家の本家の方に来よっちゃって、松本どこやなですかやな、うちの分家のや今朝具合が悪くなって鉱山の病院へ入院しましたい。いやわしはまあ別段悪いようには思わんのですが言ってな、それでこうまだ朝の寝巻きを着ておりましたから、寝巻きをこう広げてみたら体や死斑がずっとできてるんだな。それでそういや大小熱もあるようなしよう。それじゃがまあ入院するほどのこともないけよ。それからだんだん悪くなりましてな、熱が高くなって、それから
ずっと寝ついたわけです。それで午前中は具合がいいんですが、午後になると熱が高くなりましてな、それで39度から9度5分ぐらい上がって、それから粘膜がやられるいうことですが、口の中がドロドロになりましてな、腐ったようになるわけ。それで頬はこういうふうに腫れますしな、それで物が食べられんよ、食べ物が喉を通らんのですな。それで難儀しましたですね。それで当時のことで、何をどういうふうに治療していいかお医者行ってもわからんんですね。それで体に元気をつけないけんいうので、それで近所の人がいろいろ気を使うてくれましてな、それで鯉の生き地がいいそうな言うて、鯉の生き地を持ってきてくれる人があるし、それからマムシがポンをつけるんで、マムシがいいよな、マムシの乾燥したものをな持ってきてくれたりして、いろんにやってみましたが、さらさら効果がないんですね。で何日かそういう状態が続きまして、それでもう自分も意識がなくなる時間が多いようになりましてな、それでもうこれまで諦めましたですね。これは見舞いに来てくれた人がみんな枕元で泣くもんですけどな。それで意識がある自分にはわしの母がなんじゃの思うてな思いおりました。奥さんがだいぶご心配なさったでしょうね。家内も大変ですよね。子供がまだ小さいのが2人おりますしな。どう思うてもしようがないですよね、秀夢には。一番思ったのは子供のことです。この小さい2人のもんがな、母親と共に生きていかねえな。それでどうかできるもんなら子供が独り立ちするまで私の命を預けてください言うて神谷仏に祈るような状態だったんですよな。それが幸い生き延びまして、それで子供たちのそれぞれに成長して、もう私も傷病年金が打ち切られるぐらいな体になれたことを感謝するような状態でございます。もうこれ私はそう思うのに、各国がいうふうに原爆を持っとるいうことになりますとな、それから人類これをどこもが使うようになったら人類がもう絶滅するような状況になるんじゃないかと思うんですから、で絶対にその原子爆弾いうものを作らせんような方法があればそれが一番いいんだろうと思うんですから。一緒に広島に行かれた世羅部隊の皆さんはその後どうなったんですか？ほとんどなくなっとるですな。世羅町では湯川さんと私とでもう一人淀川さんいうと3人ぐらいしかおらんのじゃないか思うんですが、ほとんどなくなったんですな。